私たちが旅に出た理由を覚えている人はいますか？サリーとシャツは大切な仲間です。私はただの故障した稚木ですが、彼らを取り戻すことができれば、私を連れて行ってください。そうです。この全ては可愛いミヤからの依頼です。私たちは4人で帰ると約束した。でも今は望み通りにはいかなかった。下に干物をあげる。私は実行者のデータベースであなたに関する情報を見つけました。最後の記録は半年前、あなたとあなたのチームが一度の行動で行方不明になりました。エヴァンス、これは半年前のことではないでしょうか。実行者指揮官カラマも CEO のエヴァンズも半年前に言及しました。では半年前に何があったのでしょう。半年前に戻りましょう。フリーガは賢者に呼ばれてきた。ここのシーンはエンデルトリデです。枝の子のウォラン雪原の大本営でもあります。どうして私たちのゲームで見たのと違いますか？このアニメは昔の素材を使っているからです。しかしシーンの要素からは多くの類似点が見られます。賢者の言うことに気をつけなさい。ハイガルドは隔離区域に任を派遣した。主役が隔離区に行ったのは偶然ではない。最初からこれは罠だった。ハガドが何を探しているのかも明らかになりました。今回の行動は非常に秘密である。失敗すると記録を消される。だから主役がいなくなって半年も探していなかった理由です。主役が帰ってきたらまた記憶を失ったことに気づいた。もちろん脅威もない。ウォラン雪原に着いたら答えを発表します。今もストーリーの流れで分析し続けています。ここの回転上では幻灯が見えます。幻灯の細部はずっとよくできています。しかし発見されるのは難しいです。次は主役が登場します。二人の会話から知った。目標信号が失われ、位置が特定できなくなった。ハイガルドがここに誰かを送ったのは確かに何かを探しています。そして動く物体は、2頭の犬が登場する。これが賢者が言った猟犬が檻から出るということだ。主人公は異星獣がなぜここに現れたのか疑問に思っている。彼らが探しているのは異星獣ではないということです。ここのシーンもモデル化されています。B 駅で誰かカードが出てきました。興味のある友達は検索してみることができます。これから仲間と別れて逃げます。ゲームの中を貫いた武器電磁波を拾いました。しかし電磁波がなぜここに現れたのか考えたことはありませんか？本当にただの偶然ですか？未知の洞窟の中に武器が置いてある。そして様々な実験体を入れます。どう見ても試練のようだ。この行動は、情報には言及されていない。主役はここの行動だと言いました。情報には言及されていない。ここから賢者の罠に落ちています。ここのシーンは、最初はまだ陰気な洞窟だった。しかしイカ人の場所に行くと、遺跡特有の材料になります。この建築様式は等額で分析されています。戦士文明ならではの建築材料です。ここも遺跡であることがわかる。しかもイカ人は隣から出したんです。地面には岩がある。隣の穴からも奥の通路が見えます。すべてが背後で操られているということです。繰り返しの戦いは我々の抑制器のエネルギーを急にさせた警告。抑制器のエネルギー不足。抑制器がエネルギーを失った時、フリガはちょうど死体を拾いに来た。ターゲットは捕獲された。彼女を連れて行って記憶除去プログラムを実行するんだ。私たちの記憶を消すように部下に命じた。この時主役は変わったはずです。でも何も起こらなかった。フリガは主役を捕まえるために来た。内則シナリオの中で、フリガは私たちを星島の避難所の近くに捨てました。しかし公開された後のシナリオでは、失踪半年の設定が増えました。主役の次の目覚めはシャゾーとサリーの前で、逮捕されてから半年が経ちました。この半年間私たちは一体何をしているのでしょうか？誰と一緒ですか？あなたの抑制器のエネルギーは枯渇しています。避難所に連れて帰って緊急処理するしかありません。サリーは抑制器のエネルギーが尽きたと言った。エネルギー枯渇は非常に深刻なことです。エネルギーが尽きたのと救われたのと同じ時間に、なぜ変異しなかったのでしょう。遺跡でも救助されても、抑制器は無駄な状態にあります。ここに2つの推測があります。1つ目は、主人公はハイガンドの遺伝子改変を経て免疫能力を獲得した。第2種、主人公は枝の子の改造を経て免疫能力を獲得した。現在この2つの推測は可能です。前者なら、賢者の目的を説明するのが最初から主役だった。遺跡でのテストも主役の能力データを得るためです。後者なら、賢者の目標はハガドの実行者だということです。そしてハイガルドの遺伝子改変に基づいて、生体金属の改造を行います。ナツサは私たちの素性を疑っています。でもサリーはそんなに気が進まない。やっぱり若いですね。その後も代価を払いました。ここでは公式の漫画資料を補足します。これらの資料は幻灯の公式サイトに由来しています。人物や世界観を補完するための設定。漫画から読める。シャゾーはサリーをとても可愛がっている。まずナツサの設定を見てみましょう。高齢総裁。実力長内。シャゾーは神経に称賛された男です。神経は何ですか？私が作ったタワーシリーズを見てみてください。遺伝子操作を受けたことがあります。免疫波エネルギー放射。望遠線の生存者だ。幻灯の創始者でもあります。後ろの公式がどうやってこの穴を記入するか見てみましょう。後ろの資料はスクリーンショットを見てもいいです。風が続いて着物を出荷する。サリーの闇料理の実力はすごい。でもそれは兄のナツサとひどい目にあったからです。親の死後、シャゾーは幼い妹を連れて枝の子を離れた。星島に来る前に、二人とも風食ロ宿して食べられない生活を送っている。親に裏切られたハガドも、まだ忠誠を誓う枝の子だ。ナツサは信用していない。彼の目には、彼らは両親を奪った張本人だ。公式サイトにはナツサ神の設定もございます。父ハンクはハイガルドの上層部だった。腹の塔の鍵を司る。甲斐義徳に潜入捜査官を発見された後、自害を選んだ。その時幼い兄弟がそばで目撃していた。父の死を見た。
そして母ペアも心中していった。でも親としては、彼らは不合格だ。こうして兄弟2人を置き去りにした。2人がこれから生きていけるかどうかも考えていなかった。夏さの心はずっと両親を許せなかった。そうなんです。彼はサリーのために何でも払うと誓った。その後の生活で社長はサリーにとっても父でも母でも兄だった。彼は妹のために服を編んでいる。彼は妹のために雨風を遮る。サリーは彼が生きている全ての意味だ。サリーのために、全世界を裏切ってもいいじゃないですか。はい、夏田兄弟の設定を理解しました。ストーリーの解析を続けます。現れたヒントはすでに後続のために伏線を埋めた。なぜ主人公の心には妙な不安があるのですか？主役が今は記憶がなくても。でもこれから起こることには予感がします。主役でなければ生まれつき超能力がある。じゃあその後のことを主役が知っているということです。記憶を失う前に、主役も計画を知っている人です。行方不明になる可能性が高い半年間。主役はアイダの子に仕えてきた。この点は後続のストーリーでも証拠があります。サリーの紹介で分かった。星島の避難所は飛行船の残骸の周りに建てられた。星島の前身は旧連邦のリゾート島です。かつては金持ちの遊園地だった。現実のハワイ島と比較して。しかし大災害後は人はあまり訪れませんでした。そのためにも、夏さは妹を連れてここに隠居した。ハイガルドと枝の子の二重の邪魔から離れて。でも賢者がサリーに目をつけているとは思わなかった。サリーも電子計画を赦免する実験体だと疑っていた。はい、実験体です。次に会ったのは避難所の軍事官セリーヌです。セリーヌは避難所でも特別な存在だ。避難所の少ない戦力の一つとして、セリーヌは黒顔を担当しています。彼女は厳しいが堅苦しくもない。新人には規則を守ることを要求する。避難所では無用のものを飼っていない。もしあなたが彼女の前で箱をひっくり返したら、彼女に静止されます。それを設定した写真です。セリーヌとシャゾーはいいパートナーだ。二人の間にも桃色のスキャンダルが生まれました。でも夏さの心は妹にしかない。愛を語る気になれない。後続のストーリーから見ると、セリーヌはシャゾーにも干渉と承認が多い。この売りは熟していないに違いない。拘束後のセリーヌは性格作りで内職に及ばなかった。プレイヤーは会話の中でセリーヌの性格的特徴をほとんど感じません。優しいお姉さんのイメージしかない。セリーヌを拝んだ後、センター室に来ました。ここの NPC は高速に比べて会話が増えている。遺跡の中のものは誰もどこから来たのかわからない。でも使えばいい。時空エンジンもそうかもしれませんね。使えばいい原理は重要ではない。この点は鏡で体験した方が深いです。冬は無秩序な深淵の重力場に頼っています。でも原理を聞いてみてください。リラは説明できなかったと思う。避難所にも公式な定義があります。避難所は避難先です。愛し合っている家族ではない。中にはいい人も悪い人もいるかもしれない。みんなはただ暖を抱いて暖を取っているだけだ。これも後のストーリーの下敷きになっています。遺跡も海洋諸部が建てたものではありません。私の同学シリーズの分析を見ることができます。先住民文明の存在をハンマーにしています。以下に紹介するこの方は少し批判的です。本物の避難所のリーダーバルおじさん。なぜ私は彼が本当のリーダーだと言ったのですか？今カタスクは長い間行方不明になっています。避難所は今でも正常に運営されています。後ろでアイダの小事件があっても、パルもずっと最も活発だったことがわかります。彼の避難所での地位はシャゾーに劣らない。でも彼には悲しいことがありました。彼の恋人は変異で自分に、自ら処刑した。そのことで、パルを立ち往生させる。一日銃先によって自分を麻痺させる。私たちが引き受けた自然の任務まで、自分の弱さを認識させたんです。奮起して強くなり始めた。避難所侵攻の重責を改めて担う。しかし実は星島のほとんどの襲撃はサリーを狙っていました。サリーとシャツォが行ってから、避難所はほとんど襲われていません。これは幸運と不幸と言うべきですか？私たちはデータ収集を依頼された。採取中に。実は降りてみてもいいと思います。しかし公式にはプレイヤーが前になるのではないかと心配しています。この設定をキャンセルしました。ここでの会話は少しジャンプしています。パルを助けてサリーと一緒にカウンターに来た。料理が一番上手なフィニーお姉さんと知り合った。拘束したばかりの時、フィニーのイメージはとても明るいです。しかしその後政治が増えました。ちょっと残念ですね。フィニーとサリーは同じくらいの大きさだ。しかしもっと成熟しています。サリーが去ってからずっとサリーの大好きなオレンジサイダーを作っています。残念ですね。彼女は私たちの次の任務を引き出した。オリアクモンが壊れた。だから後のサリーの周囲事件があった。トレストとの会話でわかるのは、彼は夏さが好きではない。そうです。この人がストーリーの中で叫んだ一番怖いんです。フィニーを追いかけたいのか。最初に反対しました。他の NPC と会話しても彼らの意見がわかります。注目すべきはリサおばあさんが公式漫画に登場したことです。両側の設定が一致したとも言えます。皆さんは抑制器に対する態度が少し苦しいです。それに依存して自分を守る。また壊れないか心配して。この感覚は確かに気が狂います。外に出ることは遮断機の破壊確率が増加することを意味します。そんなに多くの人が横になるのも無理はありません。次はジャンプドアの技術です。分解転送後再構成。不思議なことに思想はまだ変わらない。主人公が聞いたように。転送後はまだ元の自分ですか？サリーが転送ドアを直した後、バンジスの砂浜に送られました。サリーの擬態ストーリーでもハンマーだった。しかし不思議なことに監視者はどこから来たのでしょうか。現在ゲームでは監視者の場所を見ることができます。犬の群れだけのバラ園。なぜ監視者が砂浜に現れたのですか？私たちがまだ反応していないとき、ミアは最初に新しい武器両党を送ってくれた。可愛いミアも戦闘支援機能を持っていることがわかる。戦闘が終わって即位システムに問題があったことを知りました。フランツの存在を引き出した。彼は甲斐義徳から次回の調査に派遣されたんです。
しかしハイガルドは彼に具体的な情報を教えていませんでした。フランツは時間異に驚いていることがわかります。ハガドになってツッコミを入れたんだ。何も言わない。命を撃ってもらいたかったんです。ついでに申し上げますが、内部測定のフランツ設定は傭兵だ。彼はハイガルドの勢力に属していない。甲斐義徳に雇われています。双方は協力関係にある。この関係は依然として成立しているようだ。フランツは甲斐義徳組織の人間ではない。以前はハイガルドに従事していました。でも今は自由にだ。クラリエル博士との会話でも説明できます。フランツの会話は変更された。内部測定の自動がついてきたから。この時はジャンプドアに問題がありますが誰も警告を残しませんでした。フランツはフィニーが仕入れに行くと聞いて色を失った。急いで折り返しドアの修理に戻った。高速のごちぼくは可愛いニアを交換した。彼女は自分から残ってみんなに注意した。だからフランツこちらは。フィニーが早く食材を変えるように修理に行きます。幻冬はストーリーの論理的に重視しています。考えた要素は確かに少なくありません。そういえばミアはタワーを吊り下げたんだ。自主的に残って介護故障の折り返し門。焼き魚しか知らない塔よりずっとマシだよ。サリーはフランツが行った後、理解機構を構築することを提案する。サリーはやんちゃすぎると思っている人も多いでしょう。しかし皆さんは考えたことがありません。折り返しドアも分解機も彼女に修理された。サリーはわんぱくだ。でも実力は本当の実力です。ナツサは妹を溺愛しすぎて、ずっと過保護されてきた。サリーの成長を無視していた。フランツはよく見た。サリーはシャドウの心を助けようとしている。ずっと強烈だった。これも彼女がずっと努力していることを促しています。理論知識でも。戦闘能力か。サリーは進歩している。元ノートに来たら。小遊人はまず地図の贈り物をした。サリーの友人という名前は使いやすい。小遊人は自分の独立思考モデルを持っている。ハイガルド武器庫に権限を申請してくれました。侵入者を殺した後、私たちは擬態システムの権限を獲得しました。幻冬の擬態システムとは一体何なのでしょうか。この問題は今混乱している。最初の振り手役。私たちとの会話の基本は AI です。人間ではありません。ストーリーで見た人物でもありません。しかし 2.0 以降は、会話は元のキャラクターに偏った会話を始めた。擬態システムを明らかにするためには単独で一気解析する必要がある。擬態がカプセルかシステムであることを知っていれば、彼女は目標キャラクターの性格と戦闘能力を直接、実行者に覆われています。実行者に目標の能力を持たせることができます。主役の実力はそれほど強くない。でも擬態が強くなれば、主役の実力が強いのに等しい。この設定は私たちの遊び体験と同じです。初日のシナリオを解析しようと思っていました。結局私は無邪気になった。文案だけで4時間も書きました。調べながらネット上のビデオを探して照合します。数期に分けて話すしかないようですね。あるいは私も低い頻度で出すことができます。1期20分以上の長いビデオを貯めます。短いビデオを見るのが好きです。それとも長いビデオですか？今このシリーズは私が開いた新しい穴です。アナツに戻る。実はアナツのストーリーは全然悪くありません。でも一緒に見に行く必要があります。主役の間のこの正体は一体何ですか？コーレット社長の人工島配置目的は何ですか？金鉱庁と枝の子に何か人に言えない取引があるのか？略奪者の黒幕は誰だ？文案の実力が強い。論理性と伏線の文脈が呼応する。ストーリーには全部あります。今期はこれで終わりにしましょう。ご家庭に注目する。違う幻の塔を体験してあげます。